パックの跡ついてるね。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は今ね、化粧水パックを外したとこなんですけど、これからメイクをしていきます。今日のメイクは夏に崩れにくいメイクアップ、そして8時間か10時間検証みたいなねのをやっていきたいと思います。今日は今ねLED マスクをして、その後化粧水パックをして、今からクリーム塗ります。夏皆さんね、皮脂とか汗とかでねメイクがよれやすいっていうことで、やっぱりね出やすい人やっぱいますよね。ということで今日は手早く、そんなにね手をかけずにパパッとできるメイクで、なおかつ汗にね強いメイクというのをやっていきたいと思います。まずね、化粧水パック、結構ね水分をインナードライっていうんですか、やっぱりね乾いてると出すんですよ。肌がもっとモイスチャーにしたいっていうことでね、結構ね皮脂とかを出してくるので、最初にねしっかり潤わせてあげる。で、あんまりね油分の少ない化粧水とかをね使いましょう。あとね、乳液も結構ねあんまりベタベタしない夏用のものを使ってあげてください。でもね、化粧水パックとかしてしっかりね中に水分を入れてあげることがまずね最初に大切かなと思います。そんなにね長い時間パックしなくても、まあね5分くらいとかでもいいですし、結構ね皮脂の出やすいほっぺたとかおでことかね、そういうところを中心にやってあげてください。そしてね、油分のそんなに少ないもの、クリームとかね塗って、私はもうシンプルにアレルギーがすぐ出ちゃうので、あんまり油分が高いものは使っておりません。今ねちょっとキュレルのこれでもねたまにねもう痒くなっちゃう時があるので、そういう時は本当にね、ハトムギ化粧水のジェルあるじゃないですか、あれをね使ってます。あれね全然ね痒くならないので、そんな感じです。でもしそれでもねちょっとベタつくなみたいな時は、ティッシュとかでねちょっとこう軽く押さえた油分を取ってからねやりましょう。で、あんまりね油分取りすぎちゃっても出してくるのでね、気をつけてください。というわけで、まずね下地は私いつもはグローにしたいので、テカリの出る結構しっとりする下地を使うんですけど、今回はねさらっとした崩れにくい下地を使います。今回これ使います。イヴ・サンローランの下地、毛穴とかもカバーしてくれて、さらっとねする仕上がりになります。なんていうの、スルッとするマット系になります。私ねあんまりマット普段は使わないんですけど、今日はこれを使っていきたいと思います。すげえサラッとするわ。もうね塗ったそばからサラサラです。はい、サラッと塗りました。そうで、もしね毛穴とか本当に気になるときは、この上からこの毛穴のね気になるところに、もっと毛穴にねを塞ぐような下地を塗ってあげるといいかもしれません。私が持ってるのはこのねベネフィットの毛穴用の下地なんですけど、ちょっとだけねこれねあんまりつけると本当にねポロポロポロってなるので、本当にちびっとこれをちょっとね指で、これすごい固形なのよ、さーっとこうさーっと伸ばすような感じで、あんまりつけると本当にねさーっとなんか上を滑らすような感じ、あんまりゴシゴシね塗り込まないでさーっと塗っていきます。はい、こんな感じ。やっぱり皮脂、汗に強いメイクっていうと、どうしてもねベースメイクが結構重要になってくるので、ここでねやっぱり皮脂に強い、水に強いファンデーションっていうのをね使っていこうかな。やっぱりね、本当はいつものティルティルさんで、これもねかなり皮脂に強いような気がするんですが、今回はメイクアップフォーエバー HD ファンデーションです。これねいつも私
お仕事でよく使っております。これね本当に崩れないのでとてもいいんですが、ちょっとね私の肌にはちょっと重いかなっていう気もするんですけれども、ほんとちょびっとだけね取って、これを全体的に薄くブラシでパパパってやっていきます。本当にシュシュシュっと、あれがない。主要のここ123 4点ぐらいに置いて軽くもう塗り広げる感じですね。で足りないところにこの辺ねカバーしたかったところにもう一度もうさささっと塗っていきます。これね本当にすぐ乾いちゃうので、置いたら時間を置かずに手早く伸ばしましょう。すごいねすぐ乾いちゃうんですよ。ほい。そして叩いてなじませていきます。これ濡れたスポンジになります。いつもよりちょっとねしっかりしたファンデーションになっちゃったかも。でも見た目みずみずしいね。はい、こんな感じです。これでね密着させる。そしてちょっとこういうねちりめんっぽいところにしっかりね濡れたスポンジで叩き込んで密着させます。さらにスポンジの滑らかな面でプレスしてねなじませます。はい、こんな感じ。そしたら軽く、今日はそこまで一生懸命シミは隠さないでいきます。コンシーラーはてるてるさんのやつやりましょう。点置きしてね、今日はもうこの点置きして、はい、こんな感じで点置きしたらもうそのままいっちゃいます。でこれねファンデーション自体が結構もうすごく崩れにくいロングラスティングタイプなので、私は自分がこれを使う場合はもうあんまりお粉も叩かないんですけど、後でねちょっとだけこの辺だけお粉をしたいと思いますが、今はもうこのままいきます。はい、じゃあちょっとコントアしていきます。コントアも相変わらずのシシュアさんのこれクリームのやつにします。もうパウダーでやる方でもいいと思います。このねシシュアさんのやつクリームチークみたいな、塗るとサラッとするんですよ。だからベタベタするクリームっていうよりは塗ったらサラッとパウダー系になるので、塗りやすくて馴染みやすいし、なおかつ塗り終わりがサラッとするのでパウダーいらずって感じです。軽くコントゥアしました。でチークもクリームで最初仕込んでいきます。やっぱりね汗で流れやすいので、もうベースに色をやっぱり入れた方がいいので、私はクリームチークでまず下地にもう色を入れちゃいます。これは RMS さんですね。ちょっと血色いい系でさっきここシミをね点置きしたんですけど、もうこれねそのままこの作業で一緒になじませちゃいます。でまた後から足りない部分はねカバーしていきます。こんな感じ。もうこれね結構ツヤツヤになります。もしねこれでさっきのカバーしてるところが、私のここの大きいこれだけもう一回カバーします。ここまでね見えないと思うので、今日ねいろんなものがどっか行っちゃうんだけど、どうしてかな。あった。ここだけねほんとちょこっとだけ。そしてさらに上からお粉のチークをねちょっと重ねていきたいと思います。クリームで下地に色を仕込んで
上からパウダーのチークでね色をかぶせると、それでね2段階で結構色がステイしやすいと思います。クリームチークだけだとねちょっとねどっか行っちゃうよっていう方もこれでさらに色味をステイねしやすいかなと思います。私はね今回これいつ買ったの、もう本当にすっごい昔に買ったやつ。懐かしくない？持ってる人います？これね、なんか久しぶりになんかこの間化粧品の整理をしたら出てきて、お、懐かしいと思って、まあ粉物だからね別にいつのだろうと使えるかなと思って、ちょっとねツヤ感のあるチークになりました。はい。でね、今回はこれでパウダーをこの辺だけちょっとね塗りたいと思います。今回私が使うフェイスパウダーエレガンス、ちょっと外がすごくうるさいんですけどすいません。続きね、そうエレガンスのこちらのパウダー、すごいねちっちゃいやつ私持ってた。オールニュアンスなんとかマルチカラーになってるやつね。これね結構ちょっとマットにサラサラとなるので、マットに仕上げたい時はこういうのでねいいかなと思います。ちょっとこういうねちっちゃいのあるとすごくね使いやすい。これをこのね崩れやすいのってやっぱりこの辺なので、小鼻の脇とかね鼻周り、あとおでこ、この辺だけ押さえてあげましょう。あんまりね目尻この辺にたくさんつけちゃうと、この辺はすごくこう動くところなのでシワっぽくねなっちゃうのでね、この辺小鼻の脇この辺をねちょっとマットに仕上げてあげてください。でね、私チークをツヤっぽい感じ、これねちょっとツヤ感があるんですよ。こういう感じね、ナーズのやつみたいな雰囲気ね。チークにツヤ感を入れたので、今回私はハイライト入れないです。ハイライトは入れないで、どうしてもね夏場でツヤってなりがちなので、ツヤ感をここでねさらに足してしまうとさらにツヤっぽくなってしまうので、ツヤは自分のナチュラルに依存する感じでね、今回はハイライトは入れないでやっていきたいと思います。まあ季節によってね入れたり入れなかったり、こうちょっとずつね調整していったらいいかなと思います。すいません、外がねめちゃめちゃうるさい。はい、それではアイシャドウ、今回ね私アイシャドウ入れなくてもいいかなと思ったんですけど、アイシャドウね入れたい人のためにやっぱりねクリーム系のアイシャドウがいいかなと思います。でね、最近クリームアイシャドウスティックタイプのねこういうものがすごくあって、これはユニティビューティーさんのスティックタイプのやつです。これロングラスティングアイシャドウスティックということでね、こういうやつね、こう塗ってこう伸ばすともうサラッとしてね、パウダーっぽくなります。なのでこれね、これちょっとゴールドっぽいやつです。で今回ね夏だしちょっとゴールドをちょっと使っていきたいと思います。本当はねシャンパンピンクとかあったらよかったんだけど、昨日ねちょっとこれ買ってみました。これを塗ってきます。あんまりねいっぱい塗りたくないので、軽くスッスッと塗って指でトントントンと溶かしていきます。であんまりねいっぱい塗りすぎちゃうとこの二重とかにね溜まってしまうので、そんなにね一生懸命塗らずに軽く結局筆を使う。ちょっとこのぼかしたいところは筆を使った方がやっぱりやりやすいかなと思います。こういう感じね。余ったやつは下にも塗っていきましょう。指でやるとねどうしてもこうやってはみ出しちゃうので、それがね私はあんまり好きじゃないかなっていう。下もねアイシャドウ下塗りたい人は塗ってください。これねめっちゃサラッとする。もうすごいね、もうグリップよこれ。これは取れないわ。これは取れなさそうですね。めっちゃ取れなさそうだもん、触った感じがはい、ということでね、ロングラスティングのアイシャドウスティックみたいなね、そういうものを使うといいと思います。そしてねこれはねちょっとツヤっとしたパールっぽい感じなんですけど、ここにキラキラっとね上からラメで押さえてさらにコーティングしていきたいと思います。相変わらずのディアダリアさんのこちらのパレット汚な、これをねちょっと上から
乗っけて、さらにツヤ感でね、このツヤのキラキラでアイシャドウをシールドしてねいきたいと思います。ハイライトね、目頭だけちょっと入れていこうかな。これくらい。はい、アイライナー塗っていきましょう。アイライナーもね、ウォータープルーフですね。ウォータープルーフのものを使ってください。結構ウォータープルーフのものねいっぱいあると思うので、私はこちらディアラダリアさんのウォータープルーフのアイライナーで描いていきます。今回はねちょっと黒でいきます。わかりやすいようにね。こちらのねアイライナーもね本当に落ちづらいんですよ。なのでやっぱりアイライナー落ちづらいやつはちょい硬いので描くときに大変かもしれません。やっぱりね描きやすいジェルライナーは落ちやすいです。こんな感じで引いたらさらに上からパウダーでかぶせていくんですけど、それもこういうね細い筆でセッティングパウダーってあるじゃないですか。最後にシュッとね、今日も最後にシュッと振りかけていくんですけど、それをこうね手のこういうところにね乗っけて、これをちょっとね浸して、このねセッティングパウダーを浸したブラシでなんかパウダーをねこう取り、私は今回ちょっとこういう色味赤茶っぽい感じのやつになります。でなぞってあげる。とアイライン落ちにくいです。もうアイラインだけねこれでねシールドする感じになります。アイラインねどっか行っちゃうよっていう人はこれやってみてください。もうね全然落ちないから。はい、こんな感じ。これでね乾けばもうね落ちなくなっちゃうんでね。はい、次はマスカラ。マスカラはねウォータープルーフでやりましょう。あとねお湯で落ちるタイプなやつでもいいんですけど、本当にね汗かく人、もうフェスに行って今日は踊りまくって汗だらだらかくぞっていう人はお湯で落ちるやつだと落ちます。汗が湯気みたいになってね落ちちゃうので、本当にねそういうところに行く人はウォータープルーフの、ちょっと落とす時大変なんですけどウォータープルーフにしましょう。私は今日はお湯で落ちるやつです。ラブライナーのマスカラです。茶色。マスカラはねもう皆さん好きなやつでいいと思います。最近はマスカラはもう本当に進化してるからね落ちにくいと思います。そして眉毛もね今日はチャチャチャっと簡単にやっていきます。まずね毛流れを整えます。もうね毛流れ整えたら終わりでもいいくらいなんですけど、私は毛がないのでその後ちょっと整えていきたいと思います。私はね眉毛はあんまり明るくするのが好きじゃないので、アイマスカラとかしないんですけど、平べったい感じのもので、まずねここをちょっとここのない部分を薄く整える。このない部分私はちょっと下はまっすぐにしたいのでまっすぐしてあげる。失敗したねこれね。ぼかすんで大丈夫です。で流れを描く。流れをこう描く。こんな感じ。こっちは上手にいきました。それをぼかす。さっきのね作った毛流れに合わせてこうやって上にねこうやってぼかしていく。こんな感じ。もう毛流れに任せます。そしてちょっとね足してあげます。こんな感じ。今日は簡単にしました。
もしね、アイブロウコートみたいなね、結構日本ではありますよね。こっちはあんまないんだよな、アイブロウコート。もしある人はアイブロウコートとかね、つけてください。リップは本当に、このメイベリンのスーパーステイが最強なのよ。2日取れないから。2日取れないので、これをつけていきたいと思います。すごいから指でつけちゃう。もうこれつけたらね、これ取れないから。はい、こんな感じでできました。そしてね、これをスプレーで固めていきたいと思います。じゃーん、こちらシャーロット・ティルブリーのセッティングスプレーです。こちらね、つけて、これね、ツヤ感も出るので、今ね、結構ツヤ感はなくしてメイクしたので、ツヤ感出しつつセッティングするっていうやつなので、こちらでね、最終的にやっていきたいと思います。なんかいつもとね、違うアイシャドウの色をつけてるので、雰囲気が全く違いますが、はい、こんな感じでできました。さて、このメイクがどれくらい持つのかっていうことを、ここからね、検証していきたいと思います。今ね、時間は11時20分なので、ここから8時間、夕方ね、夕方ぐらいまで、今日はお仕事ないので、普段の、生活をしながら、ね、お掃除したりとか、運動したりとか、ちょっとお出かけしたりとかしながら、様子を見ていきたいと思います。どう？この辺とか綺麗よね。シミはそこまで隠してないのであれですけど、こんな雰囲気です。ほい。はい、検証スタート。ほい、ちょっと今、エクササイズを1時間弱ぐらいやりました。ちょっとだけ汗かいたけど、どうでしょう。こんな感じです。なんか弾いてる感じします。すごいね、暑いんだよね。そう、ちょっとね、ティッシュで汗をちょっとだけ抑えました。ついてない。こんな感じです。今お昼2時ぐらいかな。な感じです。ランチ、軽くランチします。ランチかおやつか。最近いちごが安くてシーズンなのかな。これね、ホールフーズで昨日$3.99でオーガニックストロベリー買ってきました。さすがにちょっとリップを塗り直してからちょっと出かけてきます。よいしょ。はい、ただいま戻りました。ちょっとね、どう？一回もね、メイク直しとかはしていないです。落ちてる？そんなにリップがちょっと落ちてるぐらいかな。ちょっとね、フローズンヨーグルトをいただきました。でもまあ残ってる。そこまでね、ちょっと帽子かぶっちゃったからこの辺があれですけど、大丈夫じゃないですかね。結構残ってるんじゃないかな。今が8時なので9
くらい経ちました。まあそこまでね、今日は24度、それぐらいだったんですけど、湿気はそこまでないからね、日本の夏とはまあ比べ物にはならないですけれども、まあちょっとね、エクササイズもしたし、お掃除もしたりとかね、結構体を動かしてね、で、外に出て、ちょっと人とね、会ってきたので、結構おしゃべりしました。結構ね、3、4時間おしゃべりしました、今日。ただちょっとね、シワがすごい寄っちゃったんですけど。でもね、これぐらいのメイクよれっていうかね、だったら、全然ね、いいんじゃないでしょうかね。チークも血色もね、そのまま残っております。ポイントとしては、メイク前にきちんとしたスキンケアをねして、ちゃんと水分と油分を適度に補う。油分をそこまで残さずに皮脂を抑制してくれる下地を使うっていうことがね、一番いいかなと思います。あとは、ファンデーションもね、結構汗に強いロングラスティングのやつを使った方がいいと思います。私は今回はね、いつも仕事で使っているメイクアップフォーエバーの HD ファンデーションを使いました。あれね、本当にね、汗かいてもプップップってこう、水たまりができるみたいな感じでね、こう弾くんですよ。すごいね、ロングラスティングするので、あれを使いました。あとね、やっぱりこの辺、汗がね、出たりしやすいところ、テカりやすいところにだけ、ちょっとマットっぽい感じのパウダーで軽く押さえるって感じかな。あと、チークはクリームとパウダーでね、蓋をする感じで二重でつけました。そう。あと、テカるのでね、どうせ夏場は。ハイライトは入れておりません。なので、もしね、ハイライトをちょっとね、色で、コントゥアでハイライトを入れて、ちょっとメリハリつけたいよっていう方がいましたら、ファンデーションとかね、コンシーラーの時点で、マットめに色のコントラストをつけてください。私は今回ね、ハイライトはね、使わなかったです。で、チークはちょっとテカリのあるものをね、パウダーでのけたので、それでね、全体的に最初ツヤ感をね、出しました。リップはね、このスーパーステイ、これマットなんですけど、これがめちゃめちゃステイするので、これをね、よくね、使っております。こんな感じで8時間、9時間か。しっかりね、メイク崩れもせずにできましたので、ぜひぜひね、参考にしてみてください。ここまでね、難しいことじゃないので、ただ選ぶものをちょっと皮脂とかね、汗に強いものに置き換えてみてください。それではこの動画がね、役に立ったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、また次の動画でお会いしましょう。皆さんね、これからだんだん暑い季節になってきますので、ぜひぜひね、暑さに負けず夏バテしないように元気にね、過ごしていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。